じゃあシックこれから頑張っていくぞ歌舞伎町に華麗によみがえったローランドグループ3店舗目ザ・シック。誰もが素人集団の壮大な失敗を期待した。それを裏切ったのはひよっこホストの2人。歌舞伎町歴2年の颯太とまだ1年生の広臣だ。でも本当はここにもう一人いるはずだった。なんて言うんだろうな男としてのムーブめっちゃ出さないですか？一番きつい時に逃げてましたね。そう、店が窮地に瀕したあの時、一人大阪へとフェードアウトしたユミトだ。この騒動には本店のボスもカメラ越しに怒りをあらわにした。桜木由美とお前さ、逃げんなよ。見ろよこの悔しそうな顔。正々堂々と戦ったぞ颯太は。ムカつくわお前なあ。俺に負けてんだろ、調子乗んな。当の本人を直撃した。颯太と龍一は本当に心の底から嫌いなんで、龍一もマジキモかったな、サングラス投げた同じグループに属しながらも対立の火花が散る夜の街。今宵戦いの序章が静かに幕を開けた。新たに生まれ変わったザ・シックが歌舞伎町で再始動を果たした一方で、ここ大阪に爆誕したのは奇をてらったかのような風情漂うホストクラブ。その名もザ・みやび。謎の映像を公開し奇襲戦法に長けたローランドは有志とグループ4号店にとんでもないお金を投じていた。密着カメラは新店オープンを目前に控えるザクラブ大阪へ。新店ザ・みやびは大阪店のホストたちの一部が移籍することになっているというが、全部宮本行くか。頑張れ。ザクラブ大阪には一人も残さん。そうそう、今は同じ店舗でももはやライバル。新店へ移籍するホストたちは一人でも多くの指名客をここで確保しておきたい。そのためには初回客の獲得が重要だ。全員宮城連れて行きます。またしてください。ネピア級の軽い言葉を放つのは視聴者の皆様を爆笑の渦に巻き込んだこの男。例の面接ではちょっと待って、顔見たら笑けるんだよな。何がそんなおもろいんすか？違う、もう病むこととかあるの？嫌なこと？病むこと。病むことないっすね。ないの？鏡見て自分の顔見る。誰がムズや？ちょっと待って。誰がムズや？マジで。お前おもろいね。マジで。ダメだ。離れて。そう、先日行われた新店舗のオープニングメンバー発掘オーディションで採用された元建設作業員の時だ。オッケーオッケー、まあいいや、まあいいや。ビジュアルはさておき、売れっ子たちからの評価は極めて高く、やばい、もうかっこいいですよ。そのお店全体が明るくなるっていう力を持ってるの。今日の出勤で欲しいっすもはや今日から。そんななにわの注目株時もザ・みやびへ移籍する予定だが、先輩たちの期待を背にいざステージへ。なおです。時です。お願いします。お隣座ります。お隣いいですか？ちょっとカバンどけて。そっち下ろして。そっち座らして。オッケー、お願いします。せっかく可愛い子来てくれたんやから、よろしても。可愛いな。順着
ほんまに知らん撮ってない可愛いから撮ってますアイス足すありがとう足してほしいどうしよっかなオッケー足すわ可愛いから足す可愛いからすぐ足すよ今回は爆笑はなかったが可愛いのジャブを武器に常に自分の距離で戦う。 LINE 交換してありがとうしゃあなしかいめちゃくちゃ LINE 送ってるからだこうして連絡先を無事ゲット。なんとか新店ザ・みやびにつなぎたい。ちなみに大阪店の初回利用は60分のトライアル制。短い持ち時間で次々とホストが席に着き、客は最後に一番気に入ったホストを送り指名できる。送り指名は本指名につながる。だからホストたちも短い時間で濃厚なプレゼンをしなければならない。続いて席に着くのは、失礼します。こんばんは。レアカードレアカードを差し上げます。期間限定のそうですね。まあもう結構前ですけど、いや結構前は人によるかもな。こちらもザ・みやびへ移籍組、ホスト歴14年の大ベテラン南聖波。ローランドとの付き合いはグループのホストの中で最も長く、3年前のザ・クラブ本店再開時をはじめ、ここ大阪店のオープン、そして今回のザ・みやびの立ち上げなど、店舗のスタート時にはローランドが真っ先に配置する頼れるベテランホスト。顔でかいけどデコ出してるよ。お、俺を可愛いって言ってくれる人はマジで心綺麗やし頭いい。もう気づいちゃった。可愛さに可愛い系で売ってること。ありがとうございます。可愛い系でやってます。14年15年ね。はい。ありがとう。ありがとう。サンキューな。いや嬉しいな。俺金払った方がいいこれ。いじられると返しが安定しないままだが、聖波も連絡先ゲット。いらっしゃいませ。あ、ごめんなさい、うるさくて。とこの声は、かわいい。でも俺27よ、もう。松倉と申します。すいません。え？かわいい。いやでもあなたもかわいい。なんか笑顔めっちゃ素敵やんな。めっちゃ言われへん。言われます。女こそ愛嬌。女は愛嬌やからな。多様性が叫ばれる今、着席早々ギリアウトをかますのはホスト歴7年のユナ。じゃあ犬系のその性格がいいってこと？犬系やばい、最近。マジでやばい。やばいっていうのはどっちのやばい？もう好きすぎるってこと？ああ、そういうこと。マジマジマジンガーか。ありがとうな。じゃあブルーブラックのねえやん。ありがとう。ごちごちごっちです。楽しんでください。先日出戻りを果たしたばかりのユナは大阪店に残留組。じゃあ俺らが楽しませちゃおうぜ。と意気揚々と向かったのは炎上系ホストユミトと元モデルのガク。元モデルとあって抜群のスタイルと甘いマスクが武器のガクだが、うわかっこいいですね。ほんまにありがとう。何緊張してんの？緊張してんの？なんだどうやったら緊張せんようになる？でも見たらもういつも伝えてください。なんで？なんか普通にデートとか行きたい俺。何？いや何よ。近いの恥ずかしいんですよ。ほんまに？何それ？はい。何よ。恥ずかしいです。何が恥ずかしい？顔が強い。顔が強い？ありがとう。やばい。ちょっとしか時間ないのに。こんなんなってんのやばい。ほんまに？顔面力だけでノックアウト。お客さんは分かりやすくメロメロに。 LINE 交換しようよ。あ、いいですよ。どっか行こう。ご飯何が好き？ああ、何でもローランド。じゃあね、ありがとう。愛おしそうに肩に手を添え、このイケメンコンビは別格だった様子。
果たして送り指名は誰の手に？行きます。楽しましちゃった。楽しましちゃった。キュンキュンさせちゃった。ガクとユミトだ。いいえ。こちらこそ。迷った？飲み直しするな。もうするな。どっちでもいい。もうじゃあしよう。じゃあしよう。ずっと追ってほしいけど俺は1時間でもいいよ別に。無理やで。じゃんけん。何？どこ？誰とじゃんけんする？じゃあここでじゃんけんしてみて一回。どうする？どっちが勝ったら？いや勝ったらとかじゃない。もう飲み直しは決まっとうけど。決まっとうけどお酒のじゃんけんやろ。どっちが一気するかやろ。おる。こっち見て。もしきつかったらまた今度でも大丈夫だし。無理。追って。一人でもいいから追って。なかなか見ない光景。ユミトはむしろ帰るように促したようにも見えた。なんでそっちで諦めたんですか？もうちょっと押せばなんかいけなかった。まあどうだろうな。押してもよかったですけど、まあいっかなみたいな。まあ来たきゃもう一回来るでしょ。これでね来なかったらそれまでですし。粘りすぎてもちょっとダサいところってある。なんか余裕ない感じ出ちゃうかなって。こんなスーツ着ててこんな感じでホストやっててめちゃめちゃ余裕なかったらちょっと見られ方もないかなっていう感じですね。余裕をまとってこそ一流のホスト。そんなユミトもザ・ミヤビへの移籍組だ。一方ここにもあのレジェンドがいた。本物も大丈夫だった？イケメン。言わせた感あるわな。いやそんなことないですよ。教えてよちょっと LINE。はい、ありがとうございます。ちょっと続きは LINE で。はい。っていうかライトさんなんかいわゆる売れっ子になりました。顔は売れっ子じゃないですか。いわゆる売れっ子でしょ。はい、だんだん戻ってきました。まだまだですけど。頑張ったマジで。いやまだまだですよ本当に。いやマジで頑張ったライトさん。いや変わらず努力し続けます。密着ディレクターが思わず情が湧いてしまったのは今年3月に出戻りしたライトだ。ライトとの出会いは今から7年前。かつてはローランドの右腕としてグループを牽引。しかしお店の方針と合わないんで僕は頑張っていけないなっていう意味で店を辞めますっていう話。ついていけないですもう。ローランドの経営方針に納得がいかず単価を切って決裂。それでも今年3月プライドを捨てかつて自身を兄と慕い一から育て上げた部下ユウシが代表を務めるこのお店に出戻った。しかし待っていた現実は。でどっからやればいいですか？はい、とりあえず椅子今全部押してるんで。はい。はるか年下のホストに頭を下げ、すごい方がね移籍してくるってちょっと聞いてたんですけど、あれっていう。煽ってんの？このジョークにもまるで図星だとばかりのこの表情。お客さん増えました？いやゼロっすね。まだゼロ？いや難しいですよ。ただライトは腐らなかった。来る日も来る日も配信活動を続け着実にベースを築き200日にも及ぶ屈辱の日々がようやく実を結び始めたという。ライトさんも新店に行くんですか？新店は行かないですよ。はい、僕は大阪ですね。実はライト
自ら復帰を望んだわけではなかった。そう裏で鍵を握るのは有志だった。有志代表、統括代表とはもう3年、23年ぐらい連絡取ってたんですよね。ちょこちょこ連絡いただいてて、持ってこないんですかみたいな、どうですかみたいな。それこそ大阪の店舗ができる時にも声かけてもらって、プラチナで働いた時に、その有志統括代表と、それこそまだプレイヤーやった時に話してて、僕がお店持ったらこのところで働いてくださいよみたいな会話をしたんですよね。で俺そこで働くわって言ってたんで戻ったのはありますね。こうして有志が全てをプロデュースするザ・みやびへの移籍を待ち望んだが、蓋を開ければライトは残留組だった。本音はマジな話でいくと、なんか一応そのみやびは有志さんが全プロデュースみたいな感じじゃないですか。なので連れてってほしいなって気持ちはありましたよ。やっぱり俺はやっぱ有志さんと働きたいなっていうのも強かったんで、ただその選ばれなかった意味を考えた時にまだ大阪でできることがあるんだろうなって思って、そこで何も言ってないですよ。それから本人には。かつての弟分だった有志はライトをここに置き去りにした。誰もが新たな店には新しい人生を期待する。ただ有志は他の誰でもない、ライトにここを守ってほしかったのだ。営業のピーク時間、ここでシャンパンコール。あの男だ。さらに数分後には別のテーブルでまたもやユミとのシャンパンコール。もう数日後には新店へと移籍するタイミングだ。通常こういったケースの場合、自分からしたら例えばみやびがあったりとか、自分が輝ける場でお金を使ってくださるっていうのが自分の中で正解だと思うので、そんだけすごいお客様がいる中で言うのは申し訳ないんですけど、超どうでもいいんですよ。そう、移籍の直前はあえて成績を控えめにし、新天地で盛大に船出を飾るのが常套手段なのだ。そんな中、ユミとは一体なぜこの日の売り上げにこだわっているのか。その今日のこのお客さんの売り上げを使わずに、もう本当にあと2週間後とかじゃないですか、あの時にちょっとお願いできないみたいな言えたんじゃないですか。いやもう両方っすね両方やってくれよっていう。なんか僕シック閉店した時いたんですけど、その時よりも人数少ないなっていう。だからそうです10人以下でやるんですよ、キャストは。そうなんだ。そうです。だから来月の店売りはみやびの方が高かったよねっていう状態でやれたら90万集まるかなって。そう、それはユミトにとって封印したい忌まわしき悪夢。昨年末、内輪もめの末に起きたザ・シック従業員の一斉退店だ。ホストがいないホストクラブの苦しさを誰よりも知っているユミトだからこそ、ここ大阪店で最後まで結果を残し、移籍後の求人成功へとつなげようとしていたのだ。ただユミトの発言には矛盾も多かった。俺はザ・シック好きだし、ザ・シックを立て直さなきゃ、残んなきゃいけないっていう気持ち、抜けるんだったらシックをもし立て直すことができてから。しかし実際はシックを立て直すどころかそれを見捨てた。自分は黒崎派閥でよかったなっていうのがありますね。敵対勢力黒崎店長の派閥だと言いながらローランドのいる大阪に出戻り、ザ・シックへの思いなど
完全になかったかのようにしれっと新店ザ・みやびへの切符をゲットした。一体どういうことなのか。先日行われた沖縄での社員旅行中にザ・シックの主力メンバー2人に本音を聞いた。ユミトさん、大阪に行ったことについてどう思いますか？めっちゃ聞かれるんですか？どうでもいい。どうでもいい。どうでもよくない？どうでもいいっす。自分のことで精一杯ですね。でもよく戻ってこれたなって思ったんですよ。なるほど。なんでそれでファンがつくんだろうって思う。だって男としてのムーブめっちゃ出さないですから。一番きつい時に逃げてますからね。そこに対して本当に何も恨みとかないし、その人の人生だから本当に何もない。だからあの人がいなくなったから俺が今トップってなってるのがやっぱね、棚ぼたであるからね。まあだから仮にじゃあみやびじゃなくてシックやっぱ戻るってなってもいらないってなりますね。もう今これで頑張ってる。なるほどね。まあちょっとずつですけどまとまってきてるって。まあ今入ってきたら迷惑かな。まあ老少の視聴者からもともと嫌われてたからまあどうでもいいかな。何か茶番劇にも見える。東京本店のボス徳川も怒り心頭だ。孫さんカメラ向けてよ。ちょっと一回はけてもらっていい？桜木由美とお前さ逃げんなよ。見ろよこの悔しそうな顔。正々堂々と上がったぞ颯太は。お前何してんの？辞めるっつって。だと思ったらお前大阪戻ってムカつくわお前なあ。俺に負けてんだろ。調子乗んな。では由美とよ、なぜ大阪の新店を選んだ？まあ颯太と龍一は本当に心の底から嫌いなんで、あいつに負けるのはちょっとマジで勘弁だなって。龍一もマジキモかったな、サングラス投げてはじめまして、よろしくお願いします。すごくもうマスクしててもすごいイケメンっていうのが分かるんですけど。ありがとうございます。前職はアイドルやってました。アイドル？はい。由美とがホストになったあの日からカメラを向け続けて早5年。我々は由美とのことをまあ颯太と龍一は本当に心の底から嫌いなんで知った気になっていただけだった。